電話ソング入れないとダメっしょ。アニメのオープニングみたいな歌バトルやりたいよねっていうのが先にあって、 BGM でも戦闘を盛り上げてもらってるっていうのが結構あるんで、出てきた言葉がカルマ、びっくりするわと思って。では4番目の話題なんですけれども、はい、なるほど。テーマソング&BGM。BGM もう皆さん一度驚きで声が出ない。まさかね。もういいわ。まあこれはもはい。う抜きには語れない、最後の要素というところですけれども、やはりこうファンタジアの本当に初代からこう歌があるというのはすごく驚きだったと思うんですが、それ以降も本当にいわゆるタイアップのテーマソングだけでなく BGM の世界っていうのもテイルズすごくやっぱり皆さんに愛していただいている、さらにオープニングだったりアニメーションだったりいろんな広がりを見せた一つの要素だったんじゃないかなと思うので、これも毎作どのように決めているか結構皆さんからも質問も来たりしているので、その辺も差し挟みつつ聞いていきたいなと思っております。はい、先ほどね岡本様からもお話がありましたけれども、ファンタジアのロムにもうすでにボーカル入りの歌が入ってたってことなんですね。こちらがテーマソングの始めなんでしょうか。それはすごいものすごく有名なアーティストのボーカルが入ってて、そりゃそうですよね、サンプルですもんね。なるほど、勝手に日本テレネットさんが歌を入れていたっていうお話なんですね。で、それを聞いちゃったら電話ソング入れないとダメっしょ、となって入れようとなったんだけど、最初ほらその某超有名なアーティストさんにお願いしたいなとは思ったんだけれども、ちょっと広告代理店聞いただけでうん千万で、その頃お付き合いしたビクターさんのつてで話したらすごい乗り気になってくださって、じゃあオーディションしましょうとか言ってトントン拍子にその吉田ゆかりさんかな、に決まって歌も決まって、なんか決まっちゃったよみたいな、すごいトントン拍子でしたけども、やっぱりそのビクターの担当者さんがノリノリだったんで、それが良かったんですかね。そうなんですね。この路線をデスティニー以降でも引き継いでいくわけなんですけれども、当時ちょうどねテレビアニメがいわゆるアニソンじゃなくてなんかねアーティストの普通の曲を使うようになってきて、そんなものをテイルズ・オブにも感じたんですよね。ディーンさんですとか、当時だからビーイングさんとかすごくそのアニメたくさんやってらしたじゃないですか。当時ねディーンさんもビーイングさんでいらっしゃったけど、だからなんかそういうところにやっぱり特にテイルズに関して言うとアニメのオープニングみたいな、そういうようなオープニングからゲームをスタートしたいっていう気持ちがあったんだと思うんだってね。オープニングこれからデスティニーから入ったので、これもテーマソングないことに話にならないと。でファンタジアのこの夢の有名アーティストさんと思いがあったんだけれども、実はこれもめちゃくちゃなんかそのわらしべ長者みたいで、実は当時の社長の市川さんとなんか一緒になんか海外出張に行く予定あったんですよ。でその岡本さんが、で車の中でなんかふとしたことで今度ディーンの宇都さんに会うんだよねとふとことで会話が出てきて、じゃあ会わせてくださいと言って、その社内での会話がきっかけだったんですね。でそこからなんかそのディーンさんの宇都さんから Z さんにつながって、その後結構お付き合いさせていただいたっていう感じですかね。というかディーンさんはそんな感じでそのつながりがあってディーンさんに曲を書いていただいたんですけど、その後もでもディーンさんはねもうずっとこう断るごとに、もう最近作まで含めて多分最多のテイルズとのタイアップ実績をお互い作っていただいている。毎回毎回素晴らしい曲を書いていただいて、本当ですね。ありがたいですよね。その後もいろんなアーティストの方が担当なさいましたが、これもオーディションとか例えば何かあったりするんですか？いえもうこれはどちらかというと、その後例えばデスティニー2以降もそうですけど、音楽出版社さんとのお話し合いで次どんな方がいいですかみたいなことを聞かれて、こんな方とかって言ってリクエストを出したりとか、
アーティストにピンポイントでお願いするのにそれこそいろんなところのつてをたどってそこにお願いしに行くとか、いろんなパターンでしたね。けどアビスは結構特殊じゃないですか。アビスはちょっと特殊でしたけどね。アビスちょうどその2人でいろいろ話してたんですけど、2人ともその好きなアーティストとしてバンプ・オブ・チキンがあったのでお願いしたいねって話をしたんだけど、もうつてが全くないんですけど、あの時なんだっけ、完全に飛び込み、そうですね、ほぼ飛び込みですよね。代理店の方も直接つながりなかったんで、ここに事務所がありますんでここに行っていただくとみたいな話で飛び込んではあと思ってそうでそれで渋谷のその音楽事務所まで行ってで話をして、でそしたら割とやっぱり興味があったということもあるでしょうし、それまでバンプ・オブ・チキンさんは全然タイアップやってなかったんですけども、なんか面白い話ですねっていうことでなんか話がこう進んでいってっていうところでしたね。なるほど。ちょうどアビスに関しては、まさにファンの方からも質問が来ているんですが、まさにテーマソングだけでなく、この「ジ・アビス」の中でバンプ・オブ・チキンの楽曲というのはさまざまな形で楽曲協力いただいていたと思うんですが、アビスのその負荷が生まれた経緯を知りたいですというようなご質問とか、あとはジ・アビス自体がフォニムっていうその音をコンセプトにした作品であるという部分についても、どのような発想で発案されたのか、そのタイアップのバンプさんとのセッションというかどのような形だったのかっていうのは皆さん割と気になっているお話のようなんですが、これ吉住さんあるいは樋口さんからお話伺えれば。ストーリーラインからその音素っていう話があったんそうですね。だけどそれもどっちかというと歌バトルやりたいよねっていうのが先にあって、歌バトル最後やりたいよねっていうところが先にあったんですよ。で、ワンポブチキンにそのテーマソングをお願いするのとは全く別のその流れでそれがあったんですけど、そのバンプ・オブ・チキンのメンバーに今回こういうふうなお話でこういうふうなことをゲームでやりたいっていうお話をしていく過程でその話をしたんですよ。すごく歌が関係するような、世界でありゲームにしたいって言ったら、それがもう本当に願ったり叶ったりなんですけど、それをちょっと僕にやらせていただけないですかって藤原さんがおっしゃるんですよ。でそれもこっちにとっては全然もう願ったり叶ったりだし、何も初めてのことだからいろいろ難しいかもしれないけど、それをおっしゃっていただけるんだったらぜひっていうことで、決まったんで、そういう意味でもなんていうかモチベーションというか、そういうところから決まった話ですかね。なんかバンプ・オブ・チキンさんってもともとそのメンバーの方皆さん含めてですけどゲームとか大好きなんでいらっしゃるんですよね。それこそ某有名 RPG とか大好きなんですけど、ゲームの仕事にはもちろん興味あるし、だから音楽っていうことにもすごく興味があるんでっていうふうにおっしゃってて、でもちろんテーマソングだけをお願いしに行ったんですけども、こういうものがあるんだったらやりますっていう話で、テーマソングまですごかったんですよ。すごい短期間で上がってきたんですよ。早かったですね。カルマですか？カルマ。どのくらいちなみに？だから一回なんか説明は2回ぐらいしてて、その説明が終わった後10日ぐらいできたんじゃないですか。なんか今できましたんでメール送りますって担当者の僕の担当者の話からあって、もうできてましたね。でいろいろそのね情報を噛み砕いて自分の中で発行させて出てきた言葉はカルマです。びっくりするなと思って、やっぱそう音楽の人ってすごいなと思って。ちなみに生まれた意味を知るっていう言葉はあれどっち？あれはあちら藤原さんからもちろん出てきたんですね。でそういう歌詞があったんで、すみませんこれ使わせてもらっていいですか。私吉住さんじゃないんですね、あそこ。あれは違います。なるほど。いやそういったなんか連動がギュッと凝縮されている作品なので、いやあれは本当に藤原さんをはじめバンプの皆さんすごく協力していただいたし、一回開発現場にもいらっしゃいましたね。そうですね。2回ぐらい何回かですね。それは歌を作った後で。その時と基本的にこういうなんだろうな、1回目は負荷ができたのでということで、全然アポも何もないんで、会社にいなかったんですけど、それがっていうのが1回と、当時ねグラフィックデザイナーだった奥村がねペヤングのエクサバ食ってるとこに。そうですね。そういう意味ではもう1回はあれは完全に陣中見舞いというか、その後陣中見舞い。そうですね。あれは深夜でしたよ。でその時にペヤング持ってきたんですよね。なるほど。この間食ってたのこれ好きでしょって。そんな2回目があったんですね。奥村さんのそんな話聞くとエピソードがここで出ました。今の若いスタッフに聞かせたらね、本当ホゾを噛む思いでね、いないとかどういうことだって多分今その辺で言ってますよ。それがやっぱすごく意気投合してて、そこ2人がすごい意気投合してて。そうですね。なんだろうあれ、なんかこう波長が通じるものがあったんだよね。
面白かったですね。面白かったですね。いやでもいいですね。アーティストさんとの本当にそういうやり取りってどの作品でも、まあちょっと今のバンプさんの話はかなり極致かもしれませんけど、はいどの作品でも同じようにやっぱこう作品と曲のマリアージュというか、はいこう連動っていうのは目指したいと思って毎度取り組んでるとは思うんですけど、本当に今の話聞くとじゃあ毎回本当に音素ってコンセプト入れてもうテイルズはここから音でいきますって言いたくなるぐらいやっぱりこういいこう関係が、作れてる例なのかなってまあでも本当タイミングとかありますよね。いやと思いちょうますね。どそのアーティストさんがどういうことに興味があってとか、どういう活動をしたくてとかっていうふうなところとすごくちょうどあったんじゃないかなと思う。その後ねバンプさんもすごくいろんなタイアップされてるし、それこそ映画とかそうですね、今アニメ多いですねとかもやってらっしゃるしね。当時はまだ少なかったみたいいやだから、ほとんどやってらっしゃる。どうやったらやってもらえるんですかって結構いろんなところから聞かれたことがあるんですけど、僕らとしては全然ないんですよ。テクニックとかなくて、普通に愚直にやりたいことをこういうことやりたいですっていうのを伝えてマッチしたんですよっていうことしか言えないから、なんかすごい申し訳ない気持ちになって。ではテーマソングはテーマソング、BGM についてもお話を伺っていこうと思うんですけれども、富澤プロデューサーが作ったアバンタイトルのテーマソングも、はいテーマソングじゃない BGM も桜庭さんが。そうですね、まあはい僕が作ったって言うとまたなんかちょっとあれなんですけど、今回25周年に合わせてクリエイターだからね。いやいややめてください本当にみんなで作ってるんです。25周年をお祝いするために、コンセプトムービーといったようなものも作らせていただいたり、25周年の、ブランドロゴを初めて作る時に、いわゆるジングル欲しいよねみたいな話になった時、これはぜひ桜庭さんにお願いしようと。で合わせてそのお尻がジングルになってる曲も作っちゃおうみたいな感じで、ちょっとやりたいこう熱が生まれちゃってですねお願いをしたら本当に快く引き受けていただいて、今多分流れてると思いますけど、このふわふわとテイルズらしさみたいなものを一つ表現していただく中での桜庭さん、そして椎名さん、その他の方もいらっしゃいますけど、テイルズらしい BGM 音っていうのは一つ形にしてみたというのが、あちらの、アバンというかジングルでしたね。はい。桜庭さん起用のきっかけ、こちらどなたかお話。これってこれ最初ですよね。最初。もともとほらテレネットさんにいたっていうか、契約してたっていうか、そんな存在だったんで、なんか最初からなんかそういうラッキーにもついてきてた。はい。そうですね。もう気が付いたら桜庭さんでしたもんね。あの曲聴いちゃったらついお願いしないわけはない。でずっとその後も今に至るまでお付き合いがあるということなんですね。どっちかというと受けてくれなくなっちゃうのが怖い。本当ですね。桜庭さん、俺も岡本さんもそうだけど大学が同じなんですけど、桜庭さんと俺多分同じ学年なんですよ。で隣同士の音楽サークルに入っていて、同じスタジオっていうか同じイベントに出たことあるらしいんですよ。知らなかったけど後で聞いたら後から聞いたらニアミスしたのに、別に知り合うねあれはなかったかもしれないけど、いやで何十年か後にこうやって話を聞いた時に結構びっくりしましたね。絆、縁を感じますね。縁というか有働様、じゃあバトルの BGM について、お聞きしようかな。何かバトルの BGM に関してこうしてくれなんて有働様の方からリクエストすることなんてあるんですか？基本ないんですけど、例によって隠しキャラとかを追加した時にエターニアでクレスとアーチェが闘技場に出てくるっていうところあれを作ったんで、結果としてじゃあなんか BGM 作っていいよって言われたんで、じゃあだったらちょっとファンタジアの通常戦闘のアレンジをしてほしいな。ちょっと桜庭さん、会社入る前に普通にそれまで作っていたゲームとかにも結構お世話になってたんで、やっぱアレンジとかが結構かっこいいなって普通にあったんで、それでちょっと頼んでちょっと上げてもらったんですけど、結構感動しましたね。仕事がすごい早いですよね。めちゃくちゃ早いですね。仕事早い。びっくり早い。めちゃくちゃ早いですね。すごいんですよ、手の速さが。同じようにそうですね、エターニアのゼクンドゥス戦とかも同様にダオスのアレンジを作ってもらったりして、やっぱこれもやっぱいいなっていうのがありましたね。なんだかんだでそうですね、 BGM でもうまい
こと、戦闘を盛り上げてもらってるっていうのは結構あるんで、最初雑魚戦だったら最初の15秒ぐらいが盛り上がるんで、そこで結構山作ってくださいとかそういったものとかあるんで、結構いい感じに、してもらってますね。ゲームの曲の作り方を分かってらっしゃる、当たり前ですけど、椎名様についてのエピソードは何かないですか？皆さんちょっと顔が下に向いちゃってますけど言えるエピソード探してる言えない話が多い。そんなことはないですけど、確かに椎名さんはレジェンディアからテイルズへのご参加になりますかね。はい。一番最初そうですね。いつ行っても会社にいる。そんな当時ね、そうなりましたからね。でも当時サウンドの人って割と会社にずっといるパターンが多かったよね。だけどその中でもなんか一番いたような気がする。だから遊びに僕よく自分では仲いいつもりでいるんですけど、今でも、今は最近はあんまり話してない。だけどなんか遊びに行ったらサウンドのルームに遊びに行ったら必ずいるから、いるね。それで話してましたけどね。椎名さんもでも割となんていうの、バラエティー豊かな曲を割と早いタイミングでかけるのがすごい人なんですよ、やっぱり。あと何ですかね、説得力がある曲が多いんだよね。なんかね、あーっていうなんか、ドラマチックというか、ドラマチック、展開がはっきりすごい展開が発揮しますよね。別に大学まで音楽の教育を受けてるわけじゃないじゃないですか。いやと聞きましたね。全く音楽に関しては素人だったのに。基礎があるわけでもなく、楽譜は多少読めたかもしれないけど、じゃあ初めからサウンドチーム？もちろん最初からサウンドチームです。だから曲は多分作ってたんですよ、一般の時も、それで入社してずっとサウンドチームなんですけど、そういう意味で言うとなんか別にそのベースの音楽教育がないけど、ああいうなんかシンフォニックな曲とかできるのはすごいなと思いますよね。なんかクラシック系多いから、なんか本当にどっかの芸大出てたのかなと思ってました。全然違うんですって。秘めた才能がでもこのナムコで開花したっていう、サウンドルームにいつもいる姿僕も見てましたけど、それだけなんだろう、素地がちょっと普通と違うからこそ陰ながら努力してたのかなとか、僕は勝手な美談を僕の中の椎名さんで作ってますけど、全くそんなことないかもしれない。優しいね。結構それこそね、ゴッドイーターとかでもお付き合いさせてもらったところから椎名さんとはいまだにツイッターで甘いものをアップし続ける姿を見てるんですけれど、今は本当に、ね、活躍の幅も広げて、特にアニメーションとかね、そうですね。でもテレズでも本当にスマホのタイトルでも、最新作でも楽曲提供いただいたりで、まだまだこの椎名さんとそして桜庭さんそれぞれの個性っていうのがテイルズを彩ってくださってるのは、これからもまさにお願いできるように僕らも頑張っていかなきゃなって思いますね。それでは最後にご出演のレジェンドの皆様と富澤プロデューサーに、最後のコメントをいただいていきたいと思います。ではまず岡本様から。今日はどうもありがとうございました。なんか当日も参加できたらいいなと思ってますから、なんか暇があったらぜひ行きたいと思います。ありがとうございます。次吉住様から。今日はありがとうございました。ぐちゃぐちゃ好きなことを喋ってしまいましたが、またぜひ機会があったらこういうのでいろいろとお話をさせていただければ面白いかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そして樋口様。はい、なんか一瞬で終わっちゃった、あっという間に終わったなと思ってます。シリーズ25周年の中で僕が参加させていただいたのは、今だったら中期ぐらいの感じなんですけど、10年ぐらい前かな、今から。それからもう10年経ったのかと思うと、だいぶ時間経つの早いなと思います。これからもシリーズ長く続いていきますので、どうか皆様応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そして有働様。はい、今でもテイルズの作品作り続けているんですけども、テイルズ・オブ・ザ・レイズはもう特に今までのシリーズのキャラクターがそろそろ全員揃うぐらいまでなってて。全員揃った後さらにどうなるのかっていうところもちょっと注目していただければと思います。楽しみにしてます。ありがとうございます。最後に富澤プロデューサーのまとめをお願いいたします。はい、まとまるか分かりませんが、今日は本当にレジェンドという呼び方をしてしまいましたけど、これまでの作品に携わってこられた本当にいろんな知見を持った方々の話をこれだけまとめて聞けるっていうのは本当僕にとって一番得な時間だったなっていうふうにも思いますが、ご視聴いただいた皆さんにも今まで聞いたこともないようなお話もたくさんあったと思うので、興味深く聞いていただけたんじゃないでしょうか。
僕としてはやはり今制作中の新作、今日はそのお話はなかなかできないですけれども、作ってる中で今日皆さんから聞いた話がよし合ってるっていうようなところとか、もっと頑張んなきゃと思ったところとかたくさん実はあったので、その答え合わせは次の作品でぜひしたいなというふうにちょっと自分の中にも熱いものをいただいたなと思いましたね。はい、というわけで本当に今日はレジェンドの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ぜひ。ありがとうございます。